こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、着物を着るときに一番難しいことは自分の個性を知るということでもありますので、そのことについてお伝えをしたいと思います。これはですね、ご質問というわけではないんですけれども、コメントをお寄せくださいました方が書いてくださったことなんですね。その内容をお伝えしますと、お子様の卒業式の保護者として着物と帯を合わせて着るようになりました。で、着物と帯に合わせて見ても自分らしさが足りない。自分らしさを見つけるのはとても難しいですね。というような内容でした。卒業式の保護者として着物と帯を合わせてみてもなんだか合わない。自分らしく合わせるのはとても難しい。というふうなことを書いてくださいました。これについてお伝えをしたいと思います。お着物というのはお母様やおばあ様からお持ちのものを譲られて、それを受け継いで着たいというお気持ちの方も多いと思いますし、それから今お着物を着るということが新しいファッションの一部のような傾向が少し見られるのではないかなと思います。それはもしかしたらお洋服というものの楽しさもありますけれども、お着物の楽しさが見直されてきているのかなと思います。そういう方たちに向けてお伝えをしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。お着物をですね、初心者の方がお召しになろうとしますと、ご自分の目の前に着物と帯を置きます。あるいは画像でもいいんですけれども、着物と帯。だいたい着物にどの帯を合わせるかっていうふうに選ぶだけでもとても大変ですよね。ですから、例えばこのお着物にこの帯を合わせるのに自分の顔は入れないんですね。皆さんはだいたい目の前に置く時でも、それから写真で見る時でも自分の顔は置かなくて、着物と帯がいくつかあって、この帯がいいかしら、この帯がいいかしら、この帯がいいかしらというふうに合わせるんですね。そしてこの着物にこの帯を合わせたとします。そうすると顔を入れないで、そうね、深緑の着物に紫だからやっぱり深緑の帯締めと帯揚げが合うわよね。じゃあここに緑かしら。そしてここに紫置くと面白いわよね。素敵なコーディネートになったわよね。じゃあ着物と帯とこれ紫のコーディネートにしたらまあ素敵だわっていうふうに、そういうふうに考えられるんです。これできました。じゃあちょっと着てみましょうって言って着てみたら、あれ全然なんか私っぽくないし、なんか素敵に見えない。あれだけ素敵だったのになんで素敵じゃないのっていうふうに考える方がとっても多いと思うんですね。なぜなのかということについてお伝えをしたいと思います。まずお着物を選ぶ時点でご自分に合わせてみてくださいましたか？ここ重要ですね。皆様はこの着物素敵だわ、着てみたい、私らしいと思うし、素敵だわって思って買ってコーディネートしていませんか？それではですね、やっぱりお顔に合うとかっていうことがちょっと難しかったりするので、まずお顔に合わせていただきたいと思うんですが、そういうふうにしてもなんだか自分らしくないっていう方はとっても多いんですね。それはなぜかって言いますと、自分らしさというのが着物や帯に反映されてないっていう方がとても多いのではないかと思います。自分らしさって分かっているようで案外分かっていないんですね。そして多くの方が自分らしさの前に着物の格はどうなのかしら、それから豪華さとか着物の種類とか、こんな紬にはどんな帯が合うのかしらっていうふうに着物と帯ばっかり見てるんです。でもお召しになるのはあなたなんですよ。あなたなんです。このあなたらしさっていうのが欠けているので、この着物を選んだ時にあなたらしくないわけですよね。あなたらしさって何かっていうと、例えばあんまり柄が多いものが好きじゃないっていう方がいらっしゃるんですね。で、そういう方にとっては、例えば私が今着ているこのお着物はとってもその方には似合わないと思います。でももしその方がこれが気に入ったんでしたら、その方らしくなるようにものすごく工夫しないといけないと思うんですね。それからその方がものすごく強く華やかなものがお似合いになる方だったら、このお着物ってすごくシックすぎるんです。シックで地味すぎるんです。
というふうに人の個性によって1枚の着物が地味に見えたり、それから柄が多くてうるさく見えたりっていうふうに似合う度合いがすごく違うんですね。ですから人の個性に合わせて着物は選ばなくちゃいけない。それからコーディネートはしなくちゃいけないんですね。で、この個性がとても分かりづらいので、色個性ファッション診断というのをお作りしています。で、それはどういうものかというと、色と柄とで自分の好きな色、自分の好きな柄を順番に選んでいただきますと、あなたの個性はこのタイプですよというふうに診断結果が出てまいります。その診断結果を見ていただきますと、一つの個性でできているわけではなくてですね、一番強いのは紫の個性です。次は茶色の個性です。次は白の個性ですというふうに多い順番に分量が出てきますので、それを見ていただきますと、紫が私は一番多いのね。じゃあ紫の個性って何？それから茶色の個性って何？白の個性って何？っていうことがわかりませんよね。で、それはこの YouTube の中で散々申し上げています。例えば紫の個性はこんな個性です。そして似合うものはこんなものです。似合わないものはこんなものです。っていう動画を出していますので、それらをご覧ください。そして2番目が茶色の個性の方の場合は、茶色の個性についての同じような動画をたくさん出していますから、それをご覧ください。そういうふうにして見ていただきますと、例えば紫の個性の方は似合う最適な色数は3色。全身を3色でまとめるといいですよ。そして好きな色はこんな色ですよ。似合う色はこんな色ですよ。そして陥りやすい傾向はこんな傾向ですよっていう風に出ているので、それを元にして着物選びをしていただくといいと思います。そうしないとですね、自分の個性がわからないまま選んでいきますと、なかなかコーディネートって成立しづらいんですね。特に紫の個性の方は、あれも好き、これも好き。可愛いものも好きだわ、柄がたくさんのものも好きだわ、少ないのも好きだわ、でも普通のも好きだわってなると収集がつかないので、その方が陥りやすい傾向とかをしっかり把握した上でコーディネートとか着物選びをなさってください。そしてもしそれらが難しければ、着物選びのお手伝いサービスとか、それから帯締め帯揚げ選びのサービスというのがございますので、それらをご利用ください。そうするのが一番早いと私は思います。私がお役に立つと思う YouTube たくさん出していますので、それらをもとにご自分でかしらこうかしらっていうふうにしていただくのもよろしいんですけども、なかなかこれまで皆さんを拝見していますと、やっぱり自分の殻っていうのがあるので、この中だけで選ぶんですね。この中だけで考えているので、とても狭い範囲で考えてますから、コーディネートがなかなかできないんですね。それからアイテム選びができないので、やっぱりプロの力を利用していただくと一番いいと思います。それで私がおすすめしているのは、お持ちのお着物や帯を生かすための順番として、まず帯締めと帯揚げを変えてください。そうするとあなたらしさが一番手っ取り早く簡単にお安くあなたらしさをお作りすることができますので、それを帯締め帯揚げ選びサービスをご利用ください。で、その次に帯を変えるといいですよと言っているんですが、なかなかですね、帯締め帯揚げを変えただけでは最適な帯選びまでいけないんですね。ですから着物選びのお手伝いサービスをご利用いただくのが一番いいと思います。お持ちのお着物や帯を活かしながらあなたらしく素敵になる方法をお伝えするサービスなんですね。そうすると多分ご自分で選ばないものをお伝えすると思います。皆様がご自分の力でやっていただければ一番いいんですけども、やっぱり本当に狭い範囲で考えるので、あれ同じとこでやりくりしてるな、それ以上進展がないなっていうことが結構あるんですよね。例えば青と紫の個性とそれから白の個性の方の場合は、おとなしい、優しい、上品なコーディネートがお似合いなんですね。そこまではなんとか修正しながら行くんですけれども、紫の個性が入っていたらもう少し変化とか違う色も着ることができるんですけども、自分でなかなかそれを選んだりうまくコーディネートすることができてない方が多いんですね。これまでの状況を拝見していますと。ですからそれはこれとこれを使えばいいですよ
というようなことをご提案させていただくことができるので、着物選びのお手伝いサービスぜひご利用ください。ということで、個性に合わせるということはとても重要なんですね。それから個性に合わせるということとライフスタイルに合わせる、この2つが一番重要です。で、ライフスタイルに合わせるということも案外皆様がお分かりになっていなくて、私は普通よと思っていらっしゃるんですね。でも皆さんの状況って本当にものすごく違うんですよ。普通よと思っていらっしゃる方で、普通の方ってほとんどいないんですけども、例えば3人のお子様の卒業入学に着物は着たい、それからご自分の職場での状況の中でも生かすことができたらいいなと思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんよね。それからもしかしたら PTA の会長になってるっていう方がいらっしゃるかもしれません。この状況ってものすごくやっぱり重要なんですね。お着物を着るような場面がご自分のライフスタイルの中でどこにあるかということです。今はお着物は着ていらっしゃらないかもしれませんけども、この3つの場面ってすごく重要な効果的な着物場面じゃありませんか？そうするともうこれフォーマルですね。ですからじゃあどこに合わせて訪問着を作るとか選んだらいいのということになるんですが、じゃあ PTA の会長が重要なのか、会社の方の結婚式が重要なのかっていうようなことをしっかり考えなくてはいけませんよね。それからお子様の入卒が3人いたらいろいろありますけれども、お子様の入卒って自分が一番主役ではないので、個性によってフォーマルじゃなくていいことも結構あるんですね。江戸小紋でいいとか色無地でいいっていう方結構いらっしゃいます。柄物が好きじゃないっていう方が結構いらっしゃいます。でも PTA の会長だったらやっぱり PTA の会長らしく自分に似合う、自分らしい、そして素敵ね、さすがねっていうような着姿になりたいですよね。その時の色と柄っていうことになります。それがやっぱりご自分ですごく考えてこれがいいだろうって一生懸命素敵になさってると思うんですけども、どうもこれ以上いけないなっていう方はぜひ着物選びのお手伝いサービスご利用ください。個性に合わせるとかっていうことはやっぱり結構他人目線でしっかり見るっていうことが必要ですし、その状況を考えてコーディネートする必要があるんですね。それから案外多いのが、ご自分が歌舞伎見物に行きたいとか観劇に行きたいっていうことの他に、女友達がお着物を素敵に着てらっしゃる、あの方と互角に着物を着たいとか、それから親戚の義理の妹さんが着物の達人です。あの妹さんに負けないぐらい素敵に着たいとかっていう方がいらっしゃいますよね。そうすると一番重要なのは個性に合わせるなんですよ。どんないい着物を着るかということではないんです。誰々先生の人間国宝の着物を着ているということではないんです。それよりも個性に合わせるということの方が絶対重要です。個性に合わせるということの中には格や豪華さを合わせるということがしっかり入っていますので、きっとご満足いただけるコーディネートとか着物選びになると思います。ということで、着物を選ぶということが案外難しい。そしてその中には着物と帯ばかり見ている方がほとんどなのですけれども、自分という人の個性を入れていかなくてはいけない。個性というのは外見ではありません。お肌の色が黄色だからということはものすごく少ない要素なんですね。それよりもやっぱり強いものが好きとか、それから柄が多い華やかなものが自分らしいとか、逆に訪問着なんか着たくない、もう少しクールなすっきりしたものが自分らしいというふうに、ものすごく個性って違うんです。それらをしっかり落とし込んで自分らしい着姿にしていってください。それからライフスタイルですね。ライフスタイルに合わせて格や豪華さを選んでください。ということになります。ご質問などございましたら、ぜひコメント欄からお寄せください。皆様が一層着物ライフを楽しんでくださることを祈っております。着物選びのお手伝いとか、それから帯締め帯揚げ選びサービスとか、それから色個性ファッション診断については、それぞれの QR コードとかご案内しておりますので、そちらの方からお問い合わせください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。